お腹の子供もろともめった刺しにされた妊婦。いつからか犯人を見下すようになった彼女は蓄積された恨みに全く気がついていなかったんです。2011年1月1日、中国河北省新楽市。夜7時、河北美術学院の教員寮にはミドルヒールのブーツを履いた足音が静かに響いていました。肩まで伸ばした髪を揺らして歩くその女はある部屋の前で立ち止まると、その部屋の扉をゆっくりと開きます。その部屋でパソコンに向かっていたのは産休を控えた大学教員シー・ジンスン。彼女は授業の引き継ぎのための資料作りをしているところでした。自分の存在に一切気がつかないジンスンをよそに、その部屋のテーブルに置かれていたナイフを取った女。彼女は背後からジンスンに近づくと、そのナイフを思い切り振り上げました。その後すぐに教員寮から逃走した犯人の女。この2日後、殺人容疑で逮捕されたのは殺されたジンスンの夫だったんです。胎児ごとめった刺しにされた妊婦と彼女を殺しに来た謎の女。その日、大学の寮内で一体何が起きていたのか。容赦ない殺人の元凶は親密な関係にありながらも押し殺していた感情だったんです。おさすけちゃんです。やみやみこです。最近私、多分みんな知ってるかもしれないけど、ハマってるというか、面白いなと思ってるドラマがあって。どんなやつ？いや、ホットスポットっていう、なんかさ、ホットスポット？ネットフリックスでよく上の方に上がってきてる日テレのドラマがあるのよ。わかんない。バカリズムさんが脚本してるドラマでね、バカリズムさん脚本のドラマって今まで何本かあったんだけど、私、なんか真剣に見たことなかったんだけど、ホットスポットを見てすごく面白いなと思って。どんなストーリーの簡単に短く言うと。一文で言うと、短いな、相当。富士のふもとの町で幼馴染と宇宙人が繰り広げるドタバタ物語。なるほどね。自伝的なもんじゃなくて完全フィクション作品で。そう。で、バカリズムさんってやっぱりお笑いをやってる方だからさ、コントを作ってらっしゃるがごとく、なんかすごいクスクスっと笑いながら見れる。なるほどね。そう、だらーっとクスクスっと笑いながら見れて、ちゃんと盛り上がりどころもあってみたいな。1話目見たらハマる絶対。いや、なんかそういうのを求めてたらハマると思う。例えば東京03のね、角田さんって方が出てるんだけど、東京03のコントが好きだったら面白いと思う。サンドイッチマンが好き。サンドイッチマンが好き。今まで好きなんじゃない？じゃあいけるか。じゃあ皆さんね、見てください、ぜひ。タイトルはホームパーティーじゃない？違う、ホットスポットでしょ。ホットスポットで。ガチで忘れたの？いや、それに影響されてね、そう、2年前のブラッシュアップライフっていうバカリズムさん脚本のドラマを見てるんだけど。続いてんだ、今まで。今終わらしたのに。長くなったから終わらしたのに。今回ご紹介するのは中国で起こった殺人事件について。妊婦の女性が殺害されてしまうんですが、その時の犯人の姿があまりにも異様だったことで注目された事件なんです。妊婦を子供ごとでしょ？殺害ってほんとむごいことするんだけど、何？そうやって目立つ格好をしてたわけでしょ？犯人は人を殺すってのに。どういう意図があんのよ。あえて特徴的な格好をするってことが、犯人にとってね、カモフラージュみたいになってたんです。出産を目前に里帰りの準備をしていた被害者。そんな最中、悲劇は起こってしまうんです。帰らない妻。2011年1月1日、中国河北省鄭州市。夜9時頃、河北農業大学の教員ズオ・チーファは自宅付近に車を止めると携帯を手に取りました。すいません、お父さん、さっきは運転中で電話に出られなくて。そう言って何気なく折り返しの電話をかけたチーフは、すると電話の向こうの義父はひどく慌てた様子でこう尋ねたんです。ジンスンと連絡が取れないんだ。何か知らないか？ジンスンとはチーファが3年前に結婚したばかりの妻シー・ジンスンのこと。ジンスンとチーファはそれぞれ別の大学で働く教員同士の夫婦。職場が離れていたため2人は別々に暮らしていました。また当時、妻のジンスンは妊娠7ヶ月で時期に産休を控えている状態。彼女は自分の故郷での出産を予定しており、正月も夫のチーファとは過ごさず実家に帰る予定だったんです。ところがジンスンは1月1日の夜になっても実家に姿を見せませんでした。電話も一向に繋がらなかったため、両親は夫のチーファに連絡してきたんです。わかりました、僕が教員寮まで確認しに行きます。チーファはひとまず岐阜を落ち着かせ、翌朝妻の職場である河北美術学院へ向かうんです。大学の教員同士の夫婦だったわけね。そんな状況で妊婦なのにさ、連絡がつかなくなっちゃうっていうのはめちゃくちゃ心配なことよね。そうですよね。実はもうね、この時には手遅れだったんです。岐阜から連絡があった翌日の午前11時頃、チーファは妻ジンスンが暮らす河北美術学院に到着。ジンスン、いないのか？教員寮の扉をノックするも妻ジンスンの応答はありません。チーファは扉を開け部屋の中を確認。するとそこでは
妻のジンスンが血まみれの状態で死んでいたんです。チーファはすぐに警察に通報。間髪入れず岐阜にも電話をかけました。お父さん、ジンスンが亡くなりました。ジンスンは腹部を中心に27箇所をめった刺しにされており、そのうち2回は胎児の頭を貫いていたといいます。教員寮の中は乱雑に荒らされており、警察は強盗目的の犯行と断定。そしてジンスンの死亡推定時刻の前後、大学の防犯カメラは肩まで髪を伸ばした30代くらいの女が教員寮に出入りする姿を捉えていたんです。犯人の女って強盗ってよりさ、ジンスンに相当な恨み持ってるように感じるわよね。だって胎児の頭まで貫いてるってもう容赦なさすぎるわよ。なんか意図的に赤ちゃんも狙ってる感じするよね、これ。そしてね、この犯人っていうのはジンスンのあまりにも身近に潜んでいたんです。女の正体。事件当日に防犯カメラに映っていた女の正体を探るべく、警察は妻ジンスンの周囲への聞き込みを開始すると、すぐに違和感のある発言をする人物が。その人物とはなんと夫のチーファ。妻とは離れて暮らしていましたが関係は良好でした。今度マタニティ服を買いに行く約束もしていたんです。ここまでなら特に不自然な部分はありませんでしたが、警察が引っかかったのはこの次の発言。体調のこともあって妻には外出を控えるように言ってたんです。それなのに実家に帰らせるようなことをするから。その場に居合わせた義父は夫チーファのその言葉に激怒。娘が死んだのは私たちのせいだと言いたいのか。二人が言い争う姿に警察は思わず眉を潜めます。そう、夫婦仲は良好という割に義理の両親と夫チーファの間には何か確執があるように見えたんです。妻が亡くなった直後にもかかわらずお互いに責任をなすりつけ合うように口論を始めた夫チーファと義理の両親。彼らの態度に疑念を抱いた警察は捜査を進めるうち、その疑念を確信に変える証拠を発見するんです。それは警察が大学内の防犯カメラ映像を再び確認していた時のこと。彼らが確認したのは事件の翌日、夫のチーファがジンスンの遺体を発見した際の映像でした。その日チーファは妻ジンスンの部屋に入ってからわずか9秒で外へ出て警察へ通報してたんです。自分の嫁さんが亡くなってるのにこんなに短時間で冷静に通報なんてできるか。このほか当初犯行は強盗目的と考えられていましたが、その可能性も低くなってきていました。亡くなったジンスンの部屋はひどく荒らされていたものの、貴重品はほぼ手つかずの状態。犯人は強盗に見せかけるための偽装工作をしたと考えられたんです。これらの状況から夫のチーファが限りなく怪しくなっていきますが、解せないのは死亡推定時刻の前後に大学に出入りしていた30代くらいの女のこと。実はこれも単純な話でした。犯人は髪を肩まで伸ばし、女性もののダウンジャケットとブーツを身につけていましたが、歩き方は明らかに男。そう、夫チーファが正体を悟られないよう女装して教員寮に侵入していただけのことだったんです。これらの証拠をもとに警察の尋問を受けたチーファはついに犯行を自白。犯行時に着ていた女性ものの服や凶器のナイフはチーファが説明した隠し場所から確かに発見されました。一方でチーファの逮捕を知った周囲の人々は驚きを隠しきれずにいました。彼は河北農業大学で教鞭を取りながら博士課程にも在籍し、日々研究に取り組んでいた真面目な人物。同じく大学の教員として働く妻ジンスンのこともことあるごとにサポートしており、彼女を殺害してしまうなどとは想像もできなかったんです。まあこれは夫婦の間に周りには知られてないようななんか事情があったってことよね。チーファとジンスンっていうのは夫婦でありながらも同業者だったわけなんですよ。そしてこの同業者っていうところがこの2人のわだかまりを増大させてしまったんです。優等生と劣等生。チーファとその妻ジンスンはいずれも河北農業大学の卒業生。互いに農家の生まれだった2人は意気投合し、学生時代に交際を開始。2007年、ジンスンは修士論文の謝辞でチーファの名前を挙げ、彼についてこう語っています。彼は私の研究のほとんどに直接関与し、多大に努力し、汗を流してくれました。その学生生活を通して2人は互いに支え合いながら学業に励み、同時に恋人としての絆を深めていったんです。それぞれ優秀な成績で大学を卒業した2人。チーファは母校の河北農業大学で教鞭を取りつつ博士課程へ進み、ジンスンは河北美術学院で正規の大学教員となりました。その後結婚した2人の関係はいかにも順風満帆に見えていたのですが、彼らの間には徐々に格差が生じ始めるんです。正規の大学教員として採用された妻ジンスンは職場でも評価が高く、わずか1年で優秀教員として表彰されるほどに。一方でチーファは教員として働いてはいるものの、あくまで博士課程の学生。家庭教師の仕事を掛け持ちしても収入は妻の3分の1ほど
しかなかったと言います。家計のほとんどを妻のジンスンが支えており、彼女は不満を募らせていくんです。これじゃまるで夫を食べさせるために働いてるみたいじゃない。こうやって夫婦が険悪になり始めた矢先、ジンスンの妊娠が発覚。職場が離れていたために夫婦は別居していましたが、夫のチーファはジンスンの元へ足しげく通うように。自分の稼ぎが少ないことを自覚していた彼は、料理や洗濯などを一手に引き受け、妻にできる限りの奉仕をしようと努めたんです。僕のせいでジンスンに苦労させてるのは事実だ。妊娠で大変な時くらいしっかり休めるようにしてあげないと。彼は SNS でも妻の妊娠中の変化を記録したり、子供の名前について友人に相談したり、その良き夫ぶりは周囲の人々にもよく知られていました。しかしチーファの奮闘も虚しく、妻ジンスンが妊娠1ヶ月を迎えた頃、夫婦に明確なわだかまりを生む出来事が起こるんです。それはチーファの父が急逝し、夫婦揃って葬儀に出席した際のこと。葬儀の最中、妻ジンスンはしきりにこう訴えたんです。ねえ、私こんなところで一晩過ごすなんて耐えられないわ。チーファが生まれ育った地域には、親の葬儀の際に遺体とともに夜を明かすという独特の慣習がありました。しかし田舎の農家であるチーファの実家には肥料の匂いが充満しており、妻のジンスンはその匂いに耐えられなかったんです。チーファは必死に妻をなだめようとしますが、ジンスンは聞く耳を持たず一人で帰宅してしまうんです。いやいや、ちょっと夫のお父さんの葬式の途中で立ち去っちゃうっていうのはちょっとやりすぎな感じがするわよね。いや、これ夫の面目が立たないじゃないのよ、これじゃ。ジンスンが途中で帰ったのがね、妊娠中だったってことも大きかったんであす。というわけで本日のメトラーキーワードは、妊娠期のホルモンバランスについて。妊娠中の女性は胎盤からの女性ホルモンの分泌量が増加する関係で精神的に不安定になりやすいとされています。女性ホルモンはエストロゲン、プロゲステロンの2種類。このうちエストロゲンには匂いの感受性を高める働きがあり、特定の匂いを嗅いだ時に吐き気を催す匂い座りの原因となるんです。また妊娠20週頃まではプロゲステロンの働きが強くなり、ホルモンバランスが崩れることも精神に悪影響を与えるんです。農家育ちのはずのジンスンが夫チーファの実家の匂いに耐えられなかったのは、ホルモンバランスの変化による匂い座りが原因と考えられます。妊娠によって精神的に不安定になっていたジンスンはいつも以上に夫への当たりが強くなっていたんです。その後、父の葬儀を終えたチーファは家族に申し訳が立たない気持ちを抱えながら妻が待つ家へ帰宅。すると彼を迎えた妻ジンスンは変わらず不機嫌そうにしながらこんなことを言ったんです。ねえ、葬儀の時にいたあなたのお兄さんのことだけど、私あの人好きじゃないわ。縁を切ってくれない？夫チーファの実家はあまり裕福ではなく、幼少期に熱病の治療を受けられなかった兄は知的障害を患っていました。チーファはそんな兄のことをいつも助け、兄弟仲は非常に良かったのですが、妻のジンスンは彼の兄を毛嫌いしたんです。生まれてくる子供を障害のある人と関わらせたくないのよ。自分の稼ぎが少ない引け目から、これまで妻の当たりの強さにも文句を言えずに耐えてきたチーファ。しかし葬儀での一件と兄を侮辱するようなその一言に、彼はもはや我慢の限界を迎えようとしていました。絶対に許せねえ。ぶっ殺してやる。これ腹が立つのはわかるんだけど、なんでいきなりぶっ殺すなんてことになんの？相手にね、言い返さずね、我慢してたっていうのが良くなかったんですよ。彼らがね、お互い不満ある時にちゃんと言い合ってて、ちょいちょいね、いい意味で喧嘩が細切れにというかね、細かくあれば、こんなことにはならなかったんじゃないかなと思いますよ、本当に。自作自演。父の葬儀での身勝手な振る舞いと兄を侮辱した一件から妻に憎悪を募らせたチーファ。彼は妻ジンスンの殺害を計画しますが、機会は限られていました。先ほども説明したように、ジンスンとチーファは職場が離れているため別居状態。そのため妻ジンスンのいとこが彼女の寮まで頻繁に世話をしに来ていたんです。犯行に及ぶには妻が一人になるタイミングを狙う必要が。そこでチーファは当初人気のない早朝の校庭に妻を呼び出し、そこで彼女を殺害しようと試みました。しかし妻ジンスンはこの誘いに応じなかったんです。くそ、どうやったら誰にも見られずにあいつを殺せるんだ。想定通りにことが運ばず苛立つチーファ。ただ次の機会は予想外に早く訪れました。今日一度新楽に来れる？いとこを先に実家に返しちゃったのよ。2011年1月1日、ジンスンはそう言って夫のチーファに連絡を入れました。やるならもう今日しかない。意を決したチーファはすぐに衣料品店へ向かい、女性用のダウンジャケットとロングブーツを購入。ウィッグをかぶり女装した状態で妻が暮らす河北美術学院の教員寮へ向かったんです。2011年1月1日の夜7時、ロングヘアのウィッグを揺らしながら河北美術学院の教員寮へ訪れたチーファ。慣れないロングブーツを履いた彼はおぼつかない足取りで寮内を進んでいく。そしてある地点へたどり着いた時、彼はその足を止めた。
音を立てぬようにゆっくりと扉を開け、その部屋へ忍び込んだチーファ。妻のジンスンは扉に背を向け、何かの資料作成に熱中している。チーファはそんな妻の姿を横目で見ながらその部屋のテーブルへ近づいた。そこにいつもナイフが置かれていることを彼は知っていた。ナイフをテーブルから拾い上げると、チーファは一歩ずつ妻の背中に歩みを進めていく。そして背後から素早く妻の口を覆ったチーファはそのままナイフを力いっぱい振り下ろした。そこからチーファは積年の恨みを込め、気が済むまで妻をめった刺し、血を分けた我が子の命さえ顧みないほどに。そして妻ジンスンが息を引き取ると、部屋を散々に荒らして偽装工作、タクシーで実家がある鄭州市まで帰り、妻と連絡がつかずに困っていた岐阜からの電話に何食わぬ様子で応じたんです。翌日再び妻の教員寮へ向かい、遺体を発見するふりをしたチーファは警察への通報後、保険会社にも連絡。彼は妻のジンスンに多額の保険金をかけていたんです。なんか恨みに任せてさ、勢いで殺しちゃったみたいな話だと思ってたら、保険金までかけてるってもうこれめちゃくちゃ計画的じゃないの？もともとはね、温厚に見えていたチーファだったんですが、実は裏表が本当に激しい人だったんです。チーファが犯行を自白した後、警察は彼にこう尋ねたと言います。奥さんともうやっていけないと思ったのなら、ただ離婚すればよかったんじゃないのか。するとチーファはこう答えたんです。あいつとは大学からずっと一緒なんです。離婚なんてしたら先生や同級生に示しがつかない。離婚よりも殺人を選んだことに対し到底理解できない、そんな理由を口にしたチーファ。妻からどれだけ強く当たられても温厚に振る舞い続けていたのもまた世間体を気にしてのことだったのかもしれません。裁判においてチーファは妻から次のような合意書の署名を強要されたと供述。新年を妻の実家で過ごすこと、子供には妻の姓を名乗らせること、自宅の所有者を妻とすること。その合意書をもとに彼は妻ジンスンがいかに理不尽な夫婦関係を強いていたかを証明しようとしたんです。しかし提出された合意書はコピーのみで原本が見つからなかったため、結局はチーファのでっち上げだと判断されることに。こうして事件から1年半後の2012年6月6日、殺人罪で有罪となったチーファに死刑判決が下されるんです。最初は確かにお互いを思い合っていたはずのチーファと妻のジンスン。彼らのように生活を共にして初めて価値観の違いに気づく夫婦も珍しくないでしょう。愛する人のどうしても受け入れられない部分に気がついた時、あなたはどのようにして相手との折り合いをつけますか？